こんにちは、けいこです。長い冬が終わってリシケシの季節の風物詩ヨガフェスティバルもありました。夏の始まりを告げるホーリーも終わりました。さて、リシケシに初めていらっしゃる方いるかと思うんですけれども、リシケシのどのエリアに泊まるといいのか、目的別、滞在時間別に検証してみましょう。リシケシは4つのエリアに分かれているので、大抵の人はこのエリアの中のどこかに泊まるかと思います。私はここ20年以上赤文字のラムジュラっていうところにずっといます。他には一番大きなエリアであるリシケシタウン、ここには列車の駅やバスターミナルがあります。他にはラクスマンジューラ、そしてタポバン。リシケシに来る目的が観光であってもヨガであっても、滞在期間が数日から1週間程度の旅程だったらばタポバンをおすすめします。長距離バスや列車の駅がリシケシタウンにあるんですが、そこからタクシーや力車で約15分で行けるのがタポバンです。リシケシには今工事中の橋も含めて橋が3つあるんですけれども、どの橋も車は通れないんですよ。駅やバスターミナルのあるリシケシタウンは観光客向けではないこともあって、初めてリシケシに来る人はタポバンを選びがちだし、それが正解だと思います。タポバンはここ十数年で発展していっている新市街です。20数年前、私が初めてリシケシに来た頃にはタポバンクマ出るよって言われてたようなところです。と言ってもですね、タポバンに限らずリシケシは周囲が山で国立公園もあります。今でも象も出るし、夜行性のヒョウの目撃情報などもあります。都会的で素敵なカフェやレストランが多いエリアです。コロナからこっち、デリーやムンバイ資本のホテルやカフェが増えまして、牛も少なくて、今はもう見える範囲では10頭もいないですね。でも、インドの田舎にいながらも、都会的な便利さも享受できるエリアです。これが目的にかかわらず、短期旅行で初めてリシケシに来るなら、タポバンがおすすめな理由です。時間が 3,4 週間以上あって、目的がヨガをゆっくりと基礎から学びたいという人にはラムジュラがおすすめです。私はこのエリアに20数年います。リシケシがヨガの聖地と言われて久しいけれど、ここ20年30年間の長きにわたってリシケシのヨガシーンを引っ張ってきた先生方が今も現役で教えてくれているのがラムジュラです。コロナ禍で多くの外国人のヨガ修行者たちが帰国した後でも、多くのヨガの先生方が仕事を失う中においても、かなりの人数の生徒にヨガを教え続けていた先生たちがラムジュラにはいます。私もコロナ禍の間3年ほどずっとリシケシ近辺にいたんですけれども、普段よりも生徒数が減るであろうヨガクラスで、いつもよりももっと深く有意義なレッスンが受けられると思ったからです。そういう昔からヨガを教えている名実ともに有名な先生方がラムジュラにいるので、初めてヨガを習う人にもおすすめです。ただしラムジュラは生活環境はあんまり良くないです。タポバンに売ってるような魚の缶詰などは売ってなくて、ラムジュラは完全にベジタリアンのエリアです。ラムジュラには例えばタポバンにあるようなここはリゾート素敵っ
ってなるような超おしゃれなカフェっていうのはないです。外国人観光客がそこそこ納得するようなレベルのカフェだったらあります。そこそこね、そこそこ。ラムジュラはすごく狭い地域にアシュラムやアシュラムの宿泊施設などが結構多いんです。商店街があるガンジス川沿いの表通りやその一本裏道も巡礼者向けのエリアなので宗教色がすごく濃いんですね。以前はその表通りや一本裏道のホテルに泊まってた外国人ヨガ修行者が多いんですけれども、今はほとんどみんな川から離れた山沿いの静かな集落に泊まってます。ラムジュラに歩いて通える範囲にあるラックスマンジューラもおすすめです。ガンジス川沿いにいい感じのカフェが立ち並ぶエリアです。タコバン方面に渡る橋がリノベーション始まって3年目なんですけど、いつ完成するんだろう。あと 2,3 年かかりそうじゃない？渡し船はあるんですけれども、今やね、なんかもう陸の孤島感があって、それもなんかいい感じですよ。私もね、週に 1,2 回はなんだかんだ用事を作ってラクスマンジューラには遊びに行ってます。とですね、初めてリシケシに来るならっていう前提で泊まるのにおすすめのエリアというのを紹介してきましたが、3週間を超えるような長期滞在の場合は街そのものの持つ雰囲気が自分に合うかどうかっていうのが大事になってきますよね。ですのでホテルの予約サイトなどで事前に宿泊予約をするにしても、事前に支払うのは2泊分ぐらいにしておいて、自分の足で泊まっているエリア以外にも行ってみるといいと思いますよ。本日もご視聴ありがとうございました。さよなら。またね。